旅館の女将。3泊4日の出張で某県のとある旅館に泊まった。宿泊先は後輩に任せていた。予約を取る前に写真を見せてもらっていたが、夜ということもあったのか、外観は実物とは全く異なるものだった。旅館に入ると、笑顔でおかみさんと数名が出迎えてくれた。フロントも綺麗で、部屋も温泉も写真通りだった。食事を済ませ、風呂に入った。風呂上がり、隣の部屋の後輩を呼んで、二人で飲んでいた。気づくと日付が変わっており、明日も仕事なので、さすがに寝ることにした。だる絡みしてくる後輩を無理やり追い出し、すぐにベッドに横になった。何時頃だろうか。何かの物音で目が覚めた。その数秒後に、カッチャッと部屋の扉が閉まる音が聞こえた。誰か来たのかと思い、布団をはぐり、扉に目をやった。そこには、月明かりに照らされた着物を着たおかみさんらしき人影が見えた。眠かったこともあり、少しイライラしながら、誰ですか？こんな夜更けに、と声をかけるも返答はない。ただぼーっと立っている。この状況では眠れないので、立ち上がって電気をつけようとした。その時、じゃら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 、数珠をこする音が聞こえたと同時に、うーん、うーん、と、お経のようなものを唱え始めた。この状況が怖すぎて、息を飲んだ後、すぐに布団にくるまり、耳を塞ぎ、力いっぱい目を閉じた。寝たのか、意識を失ったのかわからないが、記憶の直前まで、その音が耳を塞いでいたにもかかわらず、はっきりと聞こえていたのを覚えている。朝、扉の前には誰もいなかった。身支度を済ませ、部屋を出た。職場に車で向かう途中、どうせ馬鹿にされるだろうと思ったが、後輩に昨日のことを話した。すると後輩は、え、それ本当ですか？と、運転する俺に視線を向けてきた。うん、と返答すると、食い気味にこう言ってきた。昨日、〇〇さんの部屋から俺の部屋に向かう途中、着物着た人とすれ違ったんですよね。こんばんはって挨拶したんですけど、返してくれなくて、うつむいていたので顔ははっきりとは見えなかったんですけど、背格好はかなりおかみさんに似てましたよ。その日は一日中、体がだるかった。旅館に帰りたくはなかったが、宿泊先を変えてもらうこともできず、恥ずかしい話、その日からは男二人、後輩の部屋で寝ることにした。夜中、目が覚めてもお互いを起こさない。音が聞こえたら、それを絶対に見ない。いろんな対策を練った。だからか、後の2日間は、一回も目が覚めず、気持ちよく寝れた。最終日、チェックアウトの日に、おかみさんにあの夜のことを聞いてみた。だが、その時間には旅館内の自室で寝ていたし、お客さんの部屋に無断で入るなんて言語道断と言われてしまった。あの日、二人とも酔っていたので、寝ぼけていたのかもしれないが、
あの夜の話をした時のおかみさんのしゃべりが、たどたどしかったことが、今でも気がかりだ。おしまい。では皆さん、お疲れ様でした。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。